よしこさん、あ、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。こんばんは。あ、そうなんですよね。夏時間に変わったんで、今、金曜の夜9時です。アメリカ東海岸は。ああ、じゃあもう、これ終わったら、ライブ終わったら寝るということで、ちょうどいいです。言いまくって寝る。いいですね。そうです。ちょうどいいですよ。そうですよ。うん。今日は前例がなはい。いことを言い訳にしない。これって、そうですね。全然。これって何ですか、よしこさん。いいや、きなりみんな、聞いちゃう。そうですよ。もう、でも皆さん、わかるでしょう。もう、前例がないって言われちゃうんですよね、とか言って。でも、あなた私あも言ってりますよ。ませんかっていう感じ。私経験ありますよ。私のありまね、す。あります。こうん。のね、前例がないって、うん。私の経験はどっちかっていうと個人的な経験なんですけど、前の会社にいた時に、まあもううん。大昔の話、私がだから入社して2、3年も経ったか経たないかくらいかな。若かりし私って感じで。で、とにかくうん。海外の、仕事をしたいなと思ってたんで、なんかうん。私のアメリカ人の上司が翔子、ドイツでなんか人を探してるみたいだから、ドイツ、うん。同じ会社の中のね、ドイツ支う社みたいなん。の、これ。だから、応うん。募したらって言うから、ああ、じゃあ応募してますって言ったんですよ。うん。うね、ん。私のアメリカ人の上司がそう言ってくれたから。で、日本うん。人のその部長ぐらいの結構上の人たちは、そんなの無理に決まってるでしょって来るわけ。今まで誰もそんなうん。ことしたことないんうだから。ん。でも私は、出た。うん、そう、出たでしょ出たでしょで、出た。私は、出た。そういうことに出た。私は絶対うん。負けない人だから、うん。だから、ふふんと思って、ふふんっうん。て言ったんだけど、やっぱりダメだったんですよ。やっぱりね、ドイツはちょっと遠すぎた。ね。で、うやん。っぱり戻ってきて、インタビューから戻ってきて、ちょっとやっぱりダメだったって言ったら、やっぱり日本人のその上の人が、だから言ったでうん。しょっていうわけ。そんなの今まで誰もやったことがないんだから、できるわけないでしょって来るわけ。で、う私が、ん。そうかなとか、ちょっとめげたうのね。ん。で、アメリカ人うん。の上司はそこで、翔子、大丈夫よっていうの。で、何が大丈夫って聞いたら、つまりね、うん。こういう社内選考、公募、ね、うん。社内からの公募っていうのは、うん。やっぱりハイアリングマネージャー、ね、うん。雇う側のマネージャーが、そのうん。アプリカント、応募していてうん。る、ね、社員のことを知っているか知っていないかが大きな分かれ際。そう。ね。だそうです。から、次の機会があったら、ちょっと自うん。分の名前を売っとけばいいのよって言っそうです。てきたわけ。ネットワークしなさい。それが第一うん。歩ですってきて、あ、うそうかと思っん。て、で、その次の時に、うん。その次のポジションはね、香港だったの。で、うん。受かりました。いえ、だから、素晴らしい。うん。前例がないよって日本人のその人たちに言われてたら、やっぱり、うん。萎えちゃうよね。なえますよ。だから、萎えますよね。で、うん。私たちって日本人ってどちらかっていうと、前例がないっうん。てことを子供の頃から、だからそんなこと誰もしたことがないんだからできるわけないでしうょとん。か、そういうそこう風潮が、まあここまではっきりはう。うん。言わないけど、そういう風潮がなんとなくずっとあっうて、ん。うで、ん。政府もそういう感じで言うから、なんとなくこう、頭に染み込んそう。じゃって、物事を見てるこそう。とがあると思うんですよね。だからこのそ今回のうですね。前例がないうん。ことを言い訳にしないっていうのは、コーチングの言葉で言うと、うん。リミテッドビリーフ、思い込み、信念。思い込み、いいですね、うん。思い込み。うん。アサンプシそうですョン。よね。うん。うん。っそう。うん。ていうことと通じるんじゃうん。ないかなって思いまそしたね。そうう。いうほん思い込みと。を外していかなうん。きゃいけない。そうそうそう。でもその思い込みにね、気うん、づくまではいいですね。前例って言われるの嫌うん、だな。前例ないからっていうの嫌だな。うん、自分の中はそう思ってない。うん、うでもん、それを今度ね、個人レベルから、まあ、チームとか、その組織
ストラテジックにアプローチした方がそういいんでなんですよすよね。ね。うよしこさん、ん、そういう経験はありますか？そう、一つシェアしようかなと思ってたのうん、は、まあ、私も人事の仕事をやっていたんですけども、うん、ある数年前かな、うん、ある会社で働いていた時に、うん。その採用で履歴書を封筒で送ってくる。まあ、それをお願いするっていうのをもうやめましょうっていうふうにしたんですよね。笑っちで、私ゃいました、一瞬。何言ってたの笑っちゃいますよね。で、なんだか、履歴書は紙で来ていませんとか、そのために連絡をしているとか、来たらコピーをするとか、なんかそういうことですごい時間使うわけですよね、皆さん。でも今、当時もう本当デジタル化になっていたから、うん、まず皆さんのその手間を減らすっていうのもあったのと同時に、やっぱり履歴書をデジタルで送れるような人材を採用したい、会社としてね。うん、うん、うん、もうん。ちろん入社してもらって教えていく中で、じゃあこうやってね、なんかこうやって入力してくださいねってやればいいんだけど、でもやっぱある程度も分かってる人を、その当時はですよ、やっぱ採用するっていうのは、会社のスピード感とかいろいろそういうことを考えると、いいことだなと。うん、そのたうん、めに私たちは紙で送ってくださいって言わずにも、メールで添付してくださいっていうふうにしていく。だから2つの、まあ、達成すること、1つはその人事としての戦略の実践ですよね。デジうん、うん、タル化人材を採用して、デジタルが分かる人を採用して、うん、まあ、それで、まあ、それするということと、うん。それから皆さんの無駄っていうか、まあ、本来の仕事をできる時間をきちんと捻出するっていう。で、ここではそれなりに時間はかかったけど、だんだんそういうふうになっていったので、おお、それは素晴らよかっしいですよね。うん。よかったんですよね。で、その会社の後に、また私は別の会社に転職した後に、やっぱ同じ状況だことを言ったわけですうん。ね。うん。そしたらやっぱりいきませんでした。そこはね。なんで？で、これは、その会社の、なんていうのかな、まだ状態として、うん、例えばコピーをするとか、あうん、の、その候補者に電話で連絡をするとか、そういううん。ことでお金を、まあ、お給料もらうっていうマインドがすごく染みついてたんです。全体的ああ、にね。全体的にです。その人事だけじゃなくて。うん、だからいわゆるトランザクションすることが仕うん。事だっていう価値観がどうしてもまだ残っていたところに、私はいきなり履歴書をもうデジタルでもらってくださいって言ったから、やっぱ突然変わらなかったってことですね。で、まあ、私自身がそこまでそういうトランザクションがうん。仕事だっていう風潮になってるっていうあのインプットがないまま入社しちゃったわけなんですね、実際のとこね。言ったらわかるだろうと思って入社しちゃったんだけど、やっぱそうじゃなかったっていう現実に、まあ、私がまだきちっと把握しキャッチアップできててなかった。なかったっていうのもあるんですけど、でも世の中はもうデジタル化なので、どちらにしろそっちに持ってった方がいいわけですよね。戦略的にで、ね。うん。戦略的には。で、これをやるには、もう人事だけでギャーギャー言っているレベルではなく、本来はそこの、まあ、私が言ったところ、日本の、うん。日本法人全体の、まあ、責任者や、まあ、各部門長と、まずはそこの辺のコンセンサスというか、方向性うんうんうをん。明確にして、で、それに向かって少しずつやっていきましょうねっていうのがあっうん。た上で、じゃあ履歴書もデジタル化しましょうっていう流れ、両方ないと多分うまくいかないんだなっていうのは、あ、分かりましたね、その時ね。チェンジマネジメントに関わる話ですよそね。その履歴書をデジタル化してほしい、デジタル化しましょうっていうのは一つ小さいこう。うん、とのようだけども、でも一つのやっぱりうん、変化の流れの一環としてうん、見ると、そこにうん、うん、対する
変化、チェンジに対するこう抵抗があるわけですよね、やっぱり。そう、そうそうそう。その通りで、まあ、とは言ってもっていうか、今日の文脈だと、うん、やっぱりリーダークラスの方々が、現場レベルからね、前例がないじゃないですかって言われることもある中で、リーダーとしてそういうチェンジうん、マネジメントや前例がないことを、どうやって前例がない中で、新しいことをまあ、やっていくかっていうところでは、やっうん、ぱり大事なことって、その世の中の変化や、そのなんですか、会社としての方うん、向性っていうところのこのビジョンが、まず自分がちゃんとあるということですよね。で、それをちゃんと周りに伝えていく、まあ、チェンジうん、マネジメントの話ですよね、これもね。うん、ううん。ん、で、そうすることで、その前例がないんでって言ってしまう人たちも、きちっと一緒にね、連れてってあげなまあ、いとね。連れてってあげるっていう、う置いてきん、ぼりにせずに。うん。そうそうそれっそて、例えばね、アメリカの企う。うん。業で言うと、私たちの大好きなイーロン・マスク。人類はこれからその地球以外のところで住まなきゃいけない、ね、住むうようになるんだっん。てことで、スペース X っていうところうん。を推し進めて、で、誰も、うん。そんなって思うようなこともやってのけてるわけでしょ。要するに今まで うん。NASA が作ってきたその打ち上げしたものはすぐ海の中に落っこっちゃうん。って、う再利用できん。ないでしょ。でもそれを、うん。それじゃもったいないからちゃんともう一回着陸できるように戻っうてきて、ん。で、再利用できるようにしうん。よう。で、その今までもうん。誰も思わなかったことをやる。ね。だうけど、そこん。で、みんながそういうことをすることの意義、達成することうん。のメリットをすごくうん。感じて、で、しうん。かもそれが大きな目標、さっきよしこさんがおっしゃったように、そのビジョン、大きなビジョンにうん。自分たちがうん。貢献できるんだっていう気持ちがあうるん。と、やっぱり動いていくわけですよね、そこに向かってね。そう。で、本当にその通りで、で、さっきのうん、翔子さんの個人的な体験に、うん、そこをちょっとどういう関係性があるうかなってん、いう感じでお伝えうん、してみると、うん。その中で、でもみんな前例がないんでって言って、そっちがやっぱ日本にいるとね、なんか多いなって私も感じます、それはえ、すごく。感じる？なんか染みついてる感じは、やっぱありますよね。まあ、ある意味では平和なんでしょうね、皆さん。だからあ、そ別っか。に変化しなくてもいいじゃんっていうところと、あともうインプットされてるから、なんか自動で言っちゃう。そんなのやったことないし、別にいいんじゃないんですかとか、あともう一個今言いながら思い出したんですけど、なんですか？お客様がそれを望んでないっていう言い分がすっごい正当化に聞こえるんですね、私。あ、要するにお客さんは紙をまだ使いたいと言ってます。まあ、お客さんって誰かっていうと、まあ、そういう、まあ、候補者だったり、うん。そのパソコンがないと言ってますとかね。でもそういう人たちも採用しちゃダメなの。はっきり言うと。厳しいけど当たいやってる。ダメなの、ダメなのわかってわけじゃるわかる。うん、ないんですけわかるわど、かるわか採用る。しなくていいんですよ。もうスクリーニングで、ごめんなさい、うちはもういりませんっていう、そうね。他のところに合いどうぞ。ません。うん、ありませんね。そう。で、うん、そこにうん。合わせるっていうことをする必要のために前例がないってないって。ういう、なん、わかんかすごい、るわかる。そう、だからそのね、前例がないことを正当化してんですよね、そこで。そのね、人間の本能ってやっぱりうん、変化に対して、やっうん、リスクだな、これ危険だなってピンうん、ピンってきちゃうから、最初にうん、構えるわけですよね、その変化がうん。来るなっていう時に。で、それそう、はやっぱりそうね。リーダーとして自分のスタッフが構えて抵抗しないようにするためにはどうしたらいいんだってことを考えなきゃいけないかうん。ら、そう、でも今、そう。すごいやっぱりリーダーとしてのうん、役割うん、として、そういううん、小さい声も拾ってあげるっていうのはやっぱりすごい大事ですよね。今聞きながら思った。うん、うで、それん。前例がないじゃんってリーダーが言ったらおしまいですもんね。そう。あなたのアイデアよ、それ、今まで前例がないんでっつったら終わりだから、うん、ね、でもそこはリーダーシップシリアスリーとしては。
ね、そういうのを拾ってあげる度量っつったらいいですか。なんかだ自から、分がやってないからってことで気づいてほしいですよね。なんかリーダーとして。自分がね、その前例があるような環境にしちゃ前例がないとダメだっていうふうにしてるのは自分じゃないかみたいだから、な。よしこさんが言ってた、前例がないことをやるってエネルギーがいるんですよね。いります。すごくいるんです、エすネルギーがっごね。いいる。ね。うん。だから、そそのエネルギーをみんなに出してもらうためには、さっきう。うん。おっしゃってたように、ビジョンを明確にする。そのビジョンをきっちりと伝えてあげる。で、その伝うえるときに、ん。これをすることにとって、そのスタッフの皆さんにどんなメリットがあるんだっうん。ていうことをちゃんうん。と言ってあげないと、モチベーションうん。につながらないですよね。そう。すごいその会話の中でうん、彼らのインプットをね、ちゃんと引き出してあげるような、いわゆるコーチ的なうん、関わりをするとかね、そういったテクニカルな面もあると本当思うんですにそう。けど、だから今ね、ね。イノベーうん。ション、うんぬんかんぬんってよく言われてますでしょ。うそのん。環境っていうんですかね、マインドうセットの環ん。境、それはある意味、うん。サイコロジカルセーフティって言いますよね。うん。ね、うん。失敗してもいいんだ。ね、失敗しはい。てもいいけど、そこから学んでいこうっていう環うん。境をうん。リーダーとしては作っていく、うん。技そ量がないといけないってことう。ですよね。ね。で、なんか、ちょっとしたことで、まあ、プロセス良くなったとか、なんか本当にそのサイコロジカルセーフティー、心理的うん、な安全安全。うん。は、リーダーとして醸し出して醸成させるか、そカルチャーを。う。前例がないことを言い訳にしないっていうのは、まさにそのサイコロジカルセーフティー、うイノん、ベーション、うん、それからビジョン、コミュニケーションっうん、ていろんなその上司として、あるいはリーダーとしての技量をうん、発揮する場でもあるってことうん。ですね。そうですね。そのチェンで、しかも通りだ。っしかもチェンジマネジメントそこに入ってくるかていう、ら、うん。うん、だからカルチャーとその通り。して、よしこさんもおっしゃったように、日本のカルチャーってどうしても前例がないってことにこだわる。ね。けれども、うん。それを押しのけて頑張っていけるリーダーになっていただきたいって、そんなところですかね。そうです。本当に皆さんに家でいえいえで 頑張りましょう。頑張りましょう。私たちもやってます。この前例のないよくわからない。そうね。はい。じゃあ、また失礼しまた、失礼します。ます。はい。